皆さん、ドラマ、선덕여왕お好きですよね。선덕여왕、日本では全徳女王と言うと思いますが、このドラマで真の主役といえば、ミシルですよね。皆さん、みんなわかると思います。歴史学会では、このミシルという人物は正直に認めてないんです。記録にはないということなんですが、一旦まず記録の話からやってみます。三国時代、韓国の三国時代といったら、新羅、百済、国理の時代なんですが、その時の記録のほとんどは、この三国詐欺という本を見てから判断します。これしかないんですね、基本的には。で、この本にはビシルの記録がないんですが、実際にこの話をしてみると、高麗の中7代王インジョンが、1000年以前の歴史を記録しろという命令を下します。その命令をもらったのが金不식という人物なんですが、そこから書いてて、この記録は1145年に完成されます。ただ、皆さん、ここで覚えてほしいのがありますが、この時代、1145年時代に1000年前の歴史の記録からちょっと記録しなさいと言われたら、今みたいにインターネットがあるわけでもないし、で、本というのも何百年過ぎたら腐ってなくなっちゃいますよね。こうやってあまりにも少ないパズルのような記録を集めてこの本を書きました。なので、一旦ここだけでも、これはあくまで参考にしかならないということでわかりますよね。もちろん、この本自体は歴史的な価値は高いんですよ。ただ、それを 100% そのまま受け入れたらいけないことを覚えてください。で、さらにそれだけじゃなくて、もうすでに高麗は、ちょっと前の国と違うような考え方を持てるんじゃないんですか。そして、個人が書いたので、こういったのもあったらしいです。金武士が書くときに、この記録は気持ち悪いから削除しようとか、この記録は、高麗にとって良くない記録なので言わない方がいいとか、簡単に言いますと主観的な編集をされていたこともあります。なので広大の話をするのがとても大変なんですよね。で、その時に1989年面白い話がありました。書出されたという화랑색이という本のコピーが発見されたんですね。で、この화랑색이というのは、新羅の화랑たちの記録の本なので、実際あった本だらしいですが、高麗までは記録がありました。ただ、朝鮮時代の記録を見てみると、この本はすでに書出されてたらしいですね。この本の、コピーが公開されたんですが、その人はパク・チャンハという人物です。彼は、小説家だったんですが、この화랑石を自分が写し書きをしたという本がありましたね。ただこの人が生きている時には公開せずに、この人が亡くなった後に家族が公開しますが、これが本物のコピーか小説なのか今でも論争中です。先ほど言ったようにパク・チャンハさんは小説家なので、小説としてこれを書いたのか、本当にコピーしたのか、本当にコピーしたという証拠としては、このパク・チャンワさんが日本帝国の時に書籍を管理するところで働いてたらしいですよね。なので、この本は本当だと主張する人たちは、日本が持っていた화랑石をこの人が手でコピーしたという話をしていますね。とにかく今でも論争中なんですが、この화랑石にビシルの記録が存在するんですよ。なので、今日はこの화랑石に基づいてビシルの話を皆さんにしてみたいと思います。じゃあ一旦まず皆さん始まる前に、今日は古代の新羅の話なんですが、この新羅という国の結婚というか恋愛
というこのシステムが今とだいぶ違うんですよ。なので、全体的な人間関係を理解するよりは、見知りという人に注目して聞いてください。そうじゃないと頭がごちゃごちゃになりますよ。じゃあ今から話し始めてみたいと思います。初期の波乱、美人部という将軍がいました。この人の娘がビシルなんですね。ちなみにドラマで見たと思いますが、ビーセンという弟も記録に存在する人物です。じゃあとにかく美人部の娘がビシルですが、ビシルのお母さんは平等夫人という方でした。で、この平等夫人が面白いですが、この平等夫人は当時、新羅の23代の王、ポップワンの側室だったんですよ。つまり王の側室なんですね。で、先ほど言ったビシルのお父さん、美人部は、このポップワンの中心、家臣だったんですね。つまり、王の家臣と王の側室の間でビシルが生まれました。朝鮮時代だったら3代が殺される大変なことになりますが、やっぱ新羅という国は何か理解しづらいんですね。なので、少しでも皆さんの理解のために、一旦ちょっとストーリーを説明してみたいと思いますが、平等夫人の母の話からやって言いましょう。先ほど言ったビシルのお母さん、平等夫人の母、オクチンという方がいますが、この人、ある日夢を見たらしいです。七色の鳥の夢を見たらしくて、それで王様に言って、これは息子の夢ですと言って、今日王様と夜を一緒に過ごしたいという話をするんですよ。それを聞いたポップワンは、いや、それは娘の夢だ。今日は旦那と過ごしなさい。娘が生まれたら側室にしてあげると約束をします。皆さんここで分かりました？オクチンにはすでに旦那がいたんですよ。旦那がいたにもかかわらず、いい夢を見たと言って王様に言って、今日一緒に寝ましょうといった話をしたことなんですよね。新羅という国は本当に面白い国なんですね。で、それでオクチンは旦那と夜を過ごして、話通りに平等夫人という娘が生まれました。それでポップガンは約束通り平等夫人と結婚をしますが、平等夫人とポップガンの夜の営みの相性が合わなかったらしいですよ。なので、関係はあんまり良くなかったらしいんですね。もちろんお母さんであったオクチンもこれを心配していましたが、ある日、オクチンがまた変な夢を見て、ちょっと娘が心配になって娘の部屋に行きました。そしたら、なんと、家臣の美人部と王の側室である平等夫人がお互い愛を交わしていたんですよね。これを見たら、皆さん、朝鮮ドラマだったらどうですか？もう大変ですよね。もう誰かを殺してから口を防ぐなど何かをやっていると思いますが、面白いんですよ。記録を見てみたら、オクチンは大変喜びながら、夢の話もあって、素敵な娘が生まれるはずと喜んでたらしいですね。理解しようとしないでください。新羅ってそういった国だったらしいですよ。でやっぱりその間生まれたのがミシルでした。で、ここで皆さんが一つ覚えてほしいのは、つまりビシルはお父さんとお母さんが王族ではないです。お父さんは貴族で、お母さんは側室だったので王族かな、そんな扱いですね。なので、ビシルのアクセサリーは銀色が多いでしょう。ドラマ見てみると。これは、ただの演出じゃなくて本当なんですよ。新羅では、片親が貴族か王族ではない場合は銀色まで許されたんですね。で、徳満の場合はお父さんお母さんがみんな王族だったので金色ができましたね。実際新羅のルールで両方の親が王族だったら金色ができて、片親が王族だったら銀色までできてたらしいですね。これはあくまで参考として覚えてください。じゃあ話を戻しまして、新羅のとても有名な将軍、イサブという人がいましたが、この人の息子、キム・セジョンという人がいました。キム・セジョンはビシルを見てから、もうビシルに一目惚れして、ビシルと結婚します。ビシルはこのキム・セジョンの側室として入りますね。で、このキム・セジョンのお母さんで、地蔵太后という方がいました。
で、面白いんですが、先ほど言った金世宗のお母さんにもなりますし、24代王のお母さんにもなります。それが陳粉王ですね。この陳粉王のお母さんがこの地祖太后なんですが、とにかく、理解しようとしないでくださいね。とにかくこの陳粉王の正室に佐渡太后という人がいました。この人は陳粉王の正室なんですよ。ただ、地祖太后と佐渡太后の仲はあんまり良くなかったらしいですね。なので、地祖太后はこの佐渡太后を、追い出そうとしてるんですが、その計略を事前に分かったビシルが陳粉王に行ってそれを全部ばらします。で、それで陳粉王はお母さんにすごく怒って正室を守ることができましたね。ただ、やっぱりお母さんなので、お母さんに何か起こることしかできなかったので、お母さんはそれで終わったんですが、この地祖太后としては裏切ったビシルを許すことができないですよね。なので、その八つ当たりとしてビシルを追い出しますね。この時に金世宗はすごく悲しんでたという記録があります。で、追い出されたビシルは、正統王族サダハムという波乱と恋に落ちて2人の恋愛が始まりますが、これを聞いた金世宗はとても悲しんでいたらしいですよね。やっぱり皆さんもわかると思いますが、子供に勝てる親はいないでしょう。で、結局、地祖太后は息子のことを考えてビシルを呼び戻すことになりますが、なんと今回はビシルはもうすでにサダハムに惚れていたので、サダハムの方がいいということになりました。で、ここでセジョンは今サダハムは戦争にいているからその間ビシルを一生懸命説得しますが、ビシルはそこで言い訳として正室ではないと嫌だと言いましたが、なんと金世宗は今の性質を追い出すと言って、そこまでビシルを取り戻そうとしてたんですね。ここまでやったらビシルとしても、これ以上言い訳はできないので、やむを得ず金世宗の性質に戻ります。戦争から帰ってきたサダハンはこれを聞いて失望して死亡しました。先ほど言った三国詐欺という記録では、親友の死で悲しみ死亡って書いていましたが、波乱石ではビシルのせいで死んだって書いていますね。で、そこでさらに面白いのが、自分の恋人を奪った金世宗を恨んだわけではなくて、波乱の次のリーダーは金世宗だと言って亡くなったらしいです。白木の恋愛関係は多分今の人たちの考えでは理解できないかもしれません。じゃあその後なんですが、24代の陳粉王もビシルのことをとても可愛がっていました。どういった関係だったっけ考えないでください。ビシルに注目してくださいね。で、とにかく陳粉王はビシルのことが好きで、波乱の元であるウォンファという団体も復活するなど、とてもビシルのことを可愛がっていましたね。いずれかこの話もしてみたいと思いますが、男性のグループの波乱の元は女性のグループのウォンファというグループがありました。それもいずれか紹介しますね。で、皆さん先の話から聞いたらわかるように、ビシルは夫がいるにもかかわらず、宮内でいろんな男性と遊ぶことを楽しみました。その中では王もいたし、そして皆さんがドラマで見たと思いますが、ソロンというサダハムの腹違い兄弟とも恋愛をしていました。その間で息子ポジョンも生まれましたね。こうやって男遊びがひどい女性、今の考え方だったらそうだけど、当時はもうそこまで悪くなかったかもしれません。それでも、この旦那であった金世宗はビシルを愛し続けます。周りからビシルの非難があっても、金世宗は自分の妻だとか言ってて、すごくカバーをしてくれたらしいですね。で、さらに先ほど言った24代王の息子、25代王の陳寿王もビシルのことを愛していました。もう一度言いますが、関係など考えないでくださいね。で、この陳寿王はビシルを自分の性質にしたいほど好きだったらしいんですが、やっぱ王の性質というのはやっぱ世論というのもありますので、それでなかなかできなかったらしいですね。じゃあ、
ミシルに対してどうしてこうやって男たちがミシルのことに魅力を感じるのかといったら、記録によりますと、肌がずっと20代のようだった。つまりとても綺麗な美人だったらしいですね。で、それ以外にも、先ほど言ったミシルの祖母、オクチンが、ミシルの顔を見て、じゃあこの子はただの子じゃないと言って、いろいろ夜のスキルを教えてあげたらしいです。なので男たちがミシルにはまってしまうらしいですよね。で、25代王のイ・チンジワンは実際変態だったらしいですよ。なので、ちょっと王の権威を汚すほどの変態だったらしいので、佐渡太閤はこのチンジワンのお母さんですが、お母さんから息子を廃することになります。この時にビシルは佐渡太閤の味方になってこれを賛成するんですよ。皆さん覚えてますか？さっき佐渡太閤が追い出されそうな時にビシルが守ってくれたんですね。で、今回もビシルは佐渡太閤の味方になったんですね。政治的に佐渡太閤のラインに入ったと思います。で、その後、チンピョンワンが、王になり、で、このチンピョンワンのお母さん、バンホ太閤という方もいましたが、この佐渡太閤とバンホ太閤が政権を握ることになります。で、この2人は年もあったので、実際の権力はビシルが握ることになります。ビシルは王の印を管理する。つまり、ほとんどの書類はビシルを通らないとわからないということで、ある意味では、これ、トンマンよりは先に、実際の権力を持っていた情勢になるんですね。男が多すぎてごちゃごちゃでしょう。なのでちょっとまとめてみると、ビシルには夫1人と愛人が8人いました。その間で息子4人、娘4人がいたんですが、その中でポジョンという子を一番好きだったらしいですね。つまりソロンとの間の子を一番可愛がってたらしいです。ちなみにドラマではピダムがビシルとチンジワンの間の息子っていう設定なんですが、チンジワンとビシルの間では子供がいなかったんです。これはあくまでドラマの設定なので、ピダムはビシルの息子ではありません。これはドラマの設定ですよ。で、ビシルはそれで権力を握って結局権力を失って死んだわけではなくて、そのまま権力を握っていって引退したらしいですよ。で、引退してからお寺に入りますが、朝鮮ではお寺に入ることがある意味では王族の労だったんですが、新羅は仏教の国だったので、新羅でお寺に入るということは休憩地で休むということだったので、簡単に言いますと何も問題なく引退したということなんですよね。で、そこで先ほど言ったソロンなんですが、ソロンが最後まで一緒にビシルと過ごしたらしいですね。実際ビシルも一番愛していたのはソロンといたらしいです。で、そこでビシルは病死します。そしてソロンもビシルを愛していたのか、ビシルが死んだ後、間もなく死亡してしまいます。これでビシルの話は終わりですね。ビシルはある意味では、新羅の最初に権力を握った女性ということなんです。で、特に問題もなかったかもしれません。このビシルの話、ちょっと古代の記録を集めているのでごちゃごちゃなんですが、この方の活躍が見たい方は、全徳上とか四下ソムにもちょっと出てきますので、確認してみてください。来週も古代の話をするか今悩んでいるところなんです。やっぱり古代の話は集めるのがとても大変だし、集めても一体何が何なのか自分もあんまり理解できてないので、来週は一旦予告は、ちょっと保留します。もうちょっと悩んで皆さんが楽しめる話を持って踊りたいと思いますので、今日はお許しください。今日も聞いてくれて진짜こんばんはよ。여러분 안녕。